皆さんこんにちは。ハンドメイドきよちゃんです。今回はダイソーさんでこちらの編みぐるみの糸を見つけたので、少し早いですが来年の干支のうさぎの帽子を編みたいと思います。モコカフェという糸です。色はピンクで、色番は M3 ショコラベリー。材質がポリエステル 100%。重さが 40g。糸長が約50メートルになります。太めの糸で、使用針が 6.0mm から 7mm。かき針10号針になっていますが、今回は6号針。3.5mm の6号針を使用します。標準ゲージは10センチ平方のメリヤス編みで11目17段になっています。このようなふわふわっとした糸自体は細いんですけど、このファーのついた感じの糸になっていますので、ちょっと初心者の方はこういう糸は使用するのをやめてピンクの極太い糸、太い糸を使って編んでください。こちらが完成品になります。可愛く仕上がっています。頭回りが53センチなので、S サイズの大人でもかぶれるぐらいのサイズなんですけど、もし大人が編む場合は7号針を使用してください。6号針を使用しました。深さは、こちらは18センチになります。大人だと20センチぐらいになると思います。耳の長さはだいたい12センチぐらいになります。こちらの帽子本体の編み方は以前編んだオレンジの簡単シンプルニット帽の帽子の編み方を見て編んでください。こちらからこちらに降りる感じで編んでいくんですけど、12段までは同じ編み方になります。で、13、14、15と3段はそちらの前に以前編んだ帽子は細編みになってるんですけど、そのまま、12段より前も長編みで編んできている編み方で、そのまま長編みで、72目長編みで3段編んでください。全部で、15段になります。そこの、最後の3段だけ編み方が違うので、注意してください。丈がちょっと短かったので長編みで3段編むようにしました。あとこちらの、目と鼻先、またこの白い口元のところ、こちらの編み方は全部、以前編んだクマの、赤ちゃん用の帽子の編み方、付け方になってますので、そちらを参考に、編んでください。こちらの本体の編み方の動画とこちらの、作り方の動画は、概要欄にも貼り付けておきますので、そちらを参考にして編んでみてください。で、こちらの目と鼻、この焦げ茶のこの糸、またこのきなりの白の糸は、
セリアさんの羊ちゃんナチュラルの中細糸、アマリ糸で編みました。こちら2号針、かぎ針2号針、2ミリの2号針で編みました。だいたい2センチぐらい、直径2センチぐらい。目は、1.5 センチぐらいの幅になります。お花は2センチぐらいになります。あとこの、目は、オリジナルでちょっとまつげを2つこのようにつけました。で、口元、この白の口元は、これもアマリ糸なので、どこで買ったりとかちょっとこちらはわからないんですけど、これ本当に白の糸で、太い糸で6号針で編みました。こちらの帽子と同じ針の太さで編みました。最後、こちらは1段少なく5段で終わっています。こちらは直径だいたいこう測って7センチぐらいの幅になります。はい、用意していただくものは、6号針 3.5 ミリの6号針と、糸切りばさみと、とじ針と、あと、マーカーを2つは用意した方がいいと思います。あとメジャーをご用意ください。作り目から編んでいきます。2回ぐらい指に巻いて、輪の中に針を入れて、糸をかけて引き出して、で、鎖を1目編みます。そしたら、ここの穴の中に6目細編みを編み入れていきます。1、2、3、4、5、6。はい。そしたら、糸を引っ張って、絞ります。ここも、絞りづらいですので、引っ張って動いた方もどっちなのかわかんなくなってしまう感じなので、そのままぎゅっと絞り込んでいきます。もう最初の目がどこになるかわかんなくなってしまうので、なんとなく、目を数えて、糸を引き抜くか、最初の目でマーカーを入れて編むとわかんなくならないと思います。1、2、3、4、5、6。ここら辺。ここら辺。今6目目になるので。でももう、編み地がわからなくなるので、もう、ちょっとあまりわかんなかったら適当に、編めば、なんとなく形になります。ちょっと、細い針で編むので、編み地がわからなくなりやすいので、ご注意ください。糸を引き抜いて、これで1段目が終わりました。ちょっとぐっと絞って、2段目。2段目は1目の中に2回細編みを編み入れます。立ち上がり鎖1目編んだら、1目の中、同じ目にもう1回細編み。という形で2回ずつ編み入れていくので、12目になります。1、2、これで4目。5、6、7、8、9、10、11、
12。これで12目になりました。もう本当にどこを編んでるかわかんなくなってしまうので、最初に、マーカーをつけた方がいいと思います。あまりつける習慣がないので、すぐ忘れてしまうんですけど、本当この糸はマーカーが必要になると思います。そしたら3段目は1目おきに増し目になります。立ち上がり鎖1目編んだら、最初に、普通に細編みを1目編みます。マーカーを忘れないように入れて、次は、2回細編みを編み入れます。次の目は、普通に細編み。これで4目。次は、2回細編みを編み入れます。これで6目。繰り返します。7、8。今度同じ目に針を入れて、9。最後2回細編みを編み入れて、これで18目になりました。そしたら最初の1目目の細編みのところに糸を引き抜いて、これで、3段目18目編み終えました。そしたら4段目はそのまま、1目の中に1目ずつ細編みを編み入れていきます。立ち上がり1目編んだら、細編み。1目ずつ編んでいきます。2。はい。4段目。編み終えました。そしたら、マーカー外すときに目がわからなくならないように指でこのように印したところを押さえて、それで糸を引き抜きます。そしたら5段目も1目おきにまた増し目をするんですけど、今回は、最初に増し目をして、次は、1目細編み。次は、1目の中に2回細編みを編み入れる形で編んでいきます。立ち上がり鎖1目編んだら、最初に、2回細編みを編み入れます。1、2。そしたら、最初の目の方にマーカーをして、今度は隣の目。ここですね。2、3、3目目ですね。で、4目目、5目目は、一つの目の中から細編みを編んで、次は、6目目は、1目だけ。7、8と、同じ目から編んで、で、9。1目。これを繰り返していきます。はい。そしたら、6段目から9段目は、増し目なく、細編み27目編んでいきます。今、6段目が終わったんですけど、何段目か、わかんなくなって、しまわないように、これはちょっとマーカーでも対応できないと思うので、ちゃんとメモを取って今6段終わったっていうのを書きながら、9段まで編み進めてください。じゃないと、編み地が数えられないので、何段編んだかわかんなくなってしまうので、マーカーをつけたとしても、その細編みだと、ちょっと段数が、正確に数えられないので、メモを取った方がいいと思います。では、編み進めていきます。はい。そしたら、9段まで
編んできました。そうしたら、この編み地の場合は編み目が本当にわからないので、ちょっとここから長編みで編んでいきたいと思います。もし、こういう糸じゃなくて普通の、太い糸、極太い糸とかで編んでる場合は細編みでそのまままだ編み進めて、あと8段くらい編み進めてもらいたいんですけど、ちょっと、この編み方だと編み地がわからないので長編みで編んでいきたいと思います。ここから、10段目です。10段目から13段目の 4段は、長編みで27目編んでください。立ち上がり鎖3目で立ち上がって、これ1目分に入れたいと思います。1目飛ばして長編み、最初の目に任して、これで2目編んだことになるので、あと25目編んでいきます。3、4。はい、10段目27目長編みを編んできたら、この最初の目、鎖3目で立ち上がって長編みを1目、1目飛ばして編んできたんですけど、編んだんですけど、その最初の目、長編みの最初の目に糸を引き抜いて、これで10段目が終わります。同じようにあと11、12、13、3段編み進めてください。2、3目編んで、ここからもう最初の目に針を入れて長編み枚目拾って編んでいきます。そしたら13段まで編んできました。そしたらここで長さを測ります。だいたい10センチ、頂点から10センチぐらい、9センチ幅の10センチぐらいの長さになっています。細編みで編んできた方は、これを目安に調節してください。そしたら、あと3段編むんですけど、減目が入ってきます。14段目は1目おきに減目をしていきます。立ち上がり鎖1目編んだら、最初細編みで、ここ長編みのところで1目減ってますので、これも適当に、18目にしてもらいたいんですけど、最初1目細編み編んだら次の目とそのまた次の目にこのように、針に糸をかけて、この3本いっぺんに引き抜きます。これで2目一度の減目が入りました。で1目ここで減ります。そしたらまた次の目に細編み1目、次は減目、糸を引き出して、また隣の目から糸を引き出して、でこの3目針にかかっている目を引き抜いて、これで2目目が減りました。で次は普通に細編み、次は減目、これを繰り返していきます。はい、14段目が終わりました。18目、最後、ちょっと目が余ってしまったので、2回続けて
細編みを編みました。でももうちょっとどこを拾ってるかあんまりわかんなくなってしまったので、私が正しいというわけではないので、とにかく18目、目を18目にしてください。そしたら、15段目は、増減なく、そのまま細編みを18目編んでいきます。立ち上がり鎖1目編んだら、1目ずつ細編みを編んでいきます。今2目編んだので、2目前の最初の目にマーカーをします。で、最後の目です。16段目はまた1目おきに減らし目をしていきます。最初から減らし目をしていきます。立ち上がり鎖1目編んだら、最初の目と次の目を糸を引き出して3目、針にかかっている3本を引き抜いて、これで2目一度の減目をしました。1目減りました。そしたら次の目は普通に細編み。次の目は減らし目。最初の目と次の目。これで1目減りました。次は普通に細編み。次は減目。これで、繰り返していくと12目になります。はい。12目編み終えたら、最初の目に糸を引き抜いて、これで、耳が編み終わりました。そしたら、こちらの表側を裏にします。裏を表にしますので、ちょっと閉じ分残して糸をカットしたら、この、穴から表側に返して、はい、こちら側を使います。頭の部分も同じです。裏側の方はこの編み目がわからないので、裏側を表にします。まあ、お好みですけど、私はこの方が、もこもこしてて、段差も気にならないので、そのようにします。そしたらこれ、最初の糸端、これも、中の方に、編み地にこうちょっと縫い付けたら、中の方からこの針を出して、特に糸始末、カットすることもなく、中に入れればいいです。この、ファーが、留めになってるので、出てこないので、そのまま、中に入れて、それで終わります。花、このように、こう、縫い付けたら、最後に少しだけ綿を入れて、それで、このように鎖のところに縫い付けて、で裏側から、そしたらちょっとここのところがあるので、こんな感じで縫い終わったらちょっと中心の方に糸を出してカットすればいいと思います。はい、こんな感じで
お口というか鼻がつきました。そしたら最後に耳をつけたら完成になります。この中心からここが、段の境目になって、ここが糸端になります。ちょっと閉じ針も、ファーがついているので、この、穴が大きいやつを使用します。そしたら、一回、どうしようかな。このように、私の場合ですが、一回こうまとめてから閉じていこうかなと思います。2、3回こう編み地をまとめて、ここをこう折る感じでつけてから、縫い付けてから、この、中心、この中心を通ったここら辺に耳も割とくっつけ目でつけていきます。はい、このように完成しました。可愛くできたと思います。